トライラの続きです。今回はトラックマットを使用した合成についてお話しします。トラックマットは動画制作の中でよく使われる機能の一つです。早い段階で使い方を覚えておくと、要所要所で使えることは間違いありません。ぜひ今回の動画を見て使いこなしてください。まず、新規コンポジションを作成します。名前をカット01にしてフル HD の5秒に設定します。次に背景を配置します。レイヤー、新規、平面をクリック。名前を BG01 にして、今回は赤の背景にしたいので、カラーを FF0000 の赤に設定します。次にテキストツールに切り替えて文字を作成します。ここからトラックマットについてお話しします。トラックマットというのは画面合成の一つです。素材を別の素材の形で切り抜く型抜きを行うときによく使用します。このトラックマットはタイムラインに配置されている上下に並んでいる素材を一組として使用します。デフォルトの設定ではトラックマットのメニューが表示されていない場合があるので、タイムラインの左下にある転送制御表示または非表示をクリックすると、タイムライン上にモードとトラックマットの項目が出てきます。レイヤーの右にあるトラックマットのプルダウンメニューをクリックすると、アルファマット、アルファ反転マット、ルミナンスキーマット、ルミナンスキー反転マットの4つの項目が出てきます。それでは順番に効果を見ていきましょう。まずはアルファマット。アルファとは不透明度のことです。アルファを使って他のレイヤーを表示させる範囲を設定します。一度背景レイヤーを非表示にして文字だけを表示させます。今、コンポジションのカラーの黒が背景に表示されていますが、コンポジションパネルの下にある透明グリッドをクリックしてオンにすると、コンポジションの背景が透明になり、文字以外の部分が実際には透明であることがわかります。この文字がある部分、透明ではない部分で背景を型抜きします。実際にやってみます。背景を表示させて、アルファマットを設定します。これで背景の赤色が文字の形で型抜きされました。透明グリッドをクリックしてオンにすると、背景は透明になっています。次にアルファ反転マット。アルファマットの効果を反転した効果となります。この場合、型抜きする部分が反転したことで背景から文字がくり抜かれています。透明グリッドをクリックしてオンにすると、文字の部分だけ透明になっています。次にルミナンスキーマット。ルミナンスとは輝度のことです。つまり明るさです。白黒のマット素材を使用する際に使用します。ルミナンスキーマットはこの明るさを使用してレイヤーの不透明度をコントロールします。白い色の部分は表示され、黒い部分は表示されないようになります。次にルミナンスキー反転マット。ルミナンスキーマットの効果を反転した効果となります。黒い色の部分は表示され、白い部分は表示されないようになります。それでは実際にトラックマットを使用した合成のやり方を見ていきましょう。実写素材を使ってアルファマットを使ったトランジションを作成します。まず新規コンポジションを作成します。名前を01としてフル HD の5秒に設定します。次に背景を作成します。レイヤー、新規、平面をクリック。名前を BG01 にして白の背景を作成します。次に素材を読み込みます。ファイル、読み込み、ファイルをクリックして素材を読み込んだら、プロジェクトパネルからドラッグして BG01 の上に配置します。素材のコンポジションができたので、続けてアルファマットのコンポジションを作成します。コンポジション、新規コンポジションを選択して、名前をアルファマットと入力してコンポジションを作成します。
テキストツールに切り替えて文字を作成します。位置を調整しておきます。大きさを調整します。次に背景アニメーションを作成します。タイムラインの何もないところをクリックしてテキストの選択を解除してから長方形ツールに切り替えます。画面上をドラッグするとシェイプレイヤー1ができました。画面上部にある塗りのアイコンをクリックして長方形を赤色に設定します。それでは実際にこのシェイプレイヤー1でアニメーションを作成します。時間インジケーターを2秒に合わせてからトランスフォームのスケールの数値に0と入力し、左のストップウォッチをクリックしてキーフレームを設定します。続けて時間インジケーターを3秒に合わせてからスケールの数値を右にドラッグして画面いっぱいに広がるぐらいに設定します。これで赤いシェイプが2秒から3秒にかけて画面を覆うアニメーションができました。さらに回転を加えます。時間インジケーターを2秒に合わせてから回転の左のストップウォッチをクリックしてキーフレームを設定します。続けて時間インジケーターを3秒に合わせてから回転の数値に180と入力するとシェイプが回転しながら画面を覆い尽くすアニメーションができました。コンポジションパネルの下にある透明グリッドをクリックしてオンにすると背景が透過されているのがわかります。01のコンポジションに戻って今作ったアルファマットのコンポジションを配置します。動画素材のトラックマットをクリックしてアルファマットに設定すると文字の部分だけ最初から型抜きされていてシェイプが覆い尽くした部分がトランジションとして表示されるようになりました。次にルミナンスマットの作例をご紹介します。まず新規コンポジションを作成します。コンポジション、新規コンポジションを選択して名前を02としてフル HD の5秒に設定します。次に素材を読み込みます。ファイル、読み込み、ファイルをクリックして素材を読み込んだら、ドラッグしてタイムラインに配置します。これで素材のコンポジションができました。続けてルミナンスマットのコンポジションを作成します。コンポジション、新規コンポジションを選択して、名前をルミナンスマットと入力してコンポジションを作成します。レイヤー、新規、平面をクリックして、名前をマットとして黒い平面を作成します。黒い平面を白に塗りつぶすアニメーションを作成します。ブラシツールに切り替えてから画面上をダブルクリックするとドラッグして画面に線を描けるようになりました。フリーハンドでぐちゃぐちゃに描いてみましょう。次にフリーハンドの線を調整します。マットを開いて、エフェクト、ペイント、ブラシ位置、
ストロークを開きます。まずは線の色をカラーをクリックして白にします。続けて線が細いので直径の数値を右にドラッグして画面が真っ白になるまで線の直径を大きくします。線の設定ができたら線が描かれるまでのアニメーションを作成します。時間インジケーターを0秒に合わせてから終了の数値を0と入力して左のストップウォッチをクリックしてキーフレームを設定します。続けて時間インジケーターを5秒に合わせてから終了の数値を100と入力すると黒い平面を白で塗りつぶすアニメーションができました。コンポジションパネルの下にある透明グリッドをクリックしてオンにすると黒も白も透過していないことがわかります。02のコンポジションに戻ります。実写素材をコントロール D で複製します。複製した実写素材にエフェクト、ブラ、シャープ、高速ボックスブラーを適用します。ブラーの半径の数値を右にドラッグして素材をぼかします。現状、画面の縁にはエフェクトが適用されていないので、エッジピクセルを繰り返すにチェックを入れると、ブラーのぼかし効果が画面全体に適用されます。続けて、エフェクト、カラー補正、トーンカーブを適用します。グラフの右端をドラッグしたまま下に移動すると、明るさが少し暗くなった曇った素材ができました。プロジェクトパネルから先ほど作ったルミナンスマットコンポジションを曇らせた素材の上に配置します。先ほど曇らせた素材のトラックマットをクリックして、ルミナンスキー反転マットにすると、明るい白い部分から消えていって元の綺麗な素材が表示されました。こんな感じで曇った窓を拭き取るようなアニメーションを作ることができます。このようにトラックマットを使用して様々な合成アニメーションが作れます。今回は以上です。またお会いしましょう。